こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在9万5000ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、中国の貿易収支、インドの CPI などがありました。市場では先日の米国時以降ですね、利下げ期待が弱まってまして、利上げまであるんじゃないかという見解も出てます。連休中は金、SP500、ビットコインともに下落となってまして、米市場開場後に反発するという展開になっています。ドル円は157円台となってまして、ビットコインは一時8万9000ドル台まで下落、その後反発して現在9万5000ドル台となっています。個別株の方ではマイクロストラテジーが 2530BTC 買い増しを報告しています。株価はプラス 0.15% と比較的強くなってますね。あと他では大手キャピタルグループがメタプラネットの株式の 5% を取得したことが話題になっています。連休明けの日本市場でどういう動きになるのか注目です。あと ETF 関連では仮想通貨系 ETP の週間フローが出てまして、先週は全体でプラス 0.48 億ドルの純流入となっています。アセットごとではイーサがマイナス 2.5 億ドルと流出が目立ちますね。そして昨日の米国の ETF のフローもまだ流出傾向となっています。ビットコインが現時点でマイナス 3.1 億ドル相当の流出、香港はゼロとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.12%、額としては595億ドル相当、ロングの生産が若干目立ってます。比率として全体ではロングが 51.2%、バイナンス意味はロングが 60.8% と上入りになってます。今後の指標としては本日1月14日に米 PPI、1月15日に中国の実質 GDP、CPI、PPI、米 CPI、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、1月16日にポーランドの中銀政策金利、オーストラリアの雇用統計、米小売、米フィラデルフィア連銀景況指数などが控えております。他各所の見解ではですね、ゴールドマンサックスが FRB の利下げ予想を修正してたり、ワシントンポストがトランプ氏の大統領就任初日に SEC の会計ルール SAB121 が廃止される可能性があるという記事を出してたりですね。あとは今年はアルト ETF が12個以上承認されるんじゃないかとか、あとは去年の仮想通貨の OTC 取引量が2倍以上に増加しているというのが取り上げられてたり、あとは JP モルガンチェイスの CEO ジェイミー・ダイモン氏がインタビューでですね、ビットコインに価値はないと、以前までのスタンスと変わらずに批判したことなどが話題になっています。そしてオンレンチャン企画ですね。先週末の私の予想では、米株の調整が気になるもののですね、量子コンピューター懸念が少し弱まったことと、米雇用統計通貨からの警戒解放、そして金との相関重視ということで、1月14日、AM6 時点のビットコインは先週末の 94,316 ドルよりも上という予想でした。結果としては連休中も FRB の利上げ懸念が続きまして、金、米株、ビットコインが下落、ビットコインは一時8万9000ドル台まで落ちてます。で、その後米市場開場後に戻ってはいるんですけども、判定時刻の1月14日 AM6 時点のビットコインは 93,575 ドルということで、先週末の 94,316 ドルよりも下なんで外れです。はい、2連敗。はい、続いて明日の予想ですね。市場ではまた金利が注目されている展開なのかなと思います。16日の米小売まで指標も並んでますし、これから取り上げる仮想通貨界隈の方でもですね、暗い話題が多くなっている印象あるんで、ここで折り返しての続落と見て下にします。なので1月15日 AM6 時点のビットコインは現在の 95,037 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米 PPI が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在3150ドル、BTC 建ては 0.0332 と、先物の方では OI は全体でマイナス 2.68%、額としては278億ドル相当、比率として全体ではロングが 50.4%、バイナス意味はロングが 83.4% と上入りになっています。昨日の ETF のフローは流出傾向変わらずですね、現時点ではマイナス 0.52 億ドルの流出、香港はゼロとなっています。イーサ関連の話題では、イーサの X が約1年ぶりに投稿したのが話題になってますね。ファンドとしても押し上げる要因もないですし、BTC 建てでは2021年ぶりの 0.030 に到達するかどうかが注目されていると思います。0.030 到達前にですね、何かしらファンドが出るのか注目ですね。あとその他の動向では、トランプ政権の次期財務長官に指名されたスコット・ベッセット氏が保有しているビットコイン ETF を売却する予定だという報道が出てます。
これはビットコイン ETF だけではなくてですね、他の保有資産も利益相反排除のために生産すると見られてますけども、市場としてはですね、そのトランプ政権イコール仮想通貨の味方みたいなイメージが強いんで、一部の人からしたら少しインパクトの強い見出しになってるのかなと思います。ただ規模としては25万ドルから50万ドル相当と見られてるんで、そんなに大きくはないですよね。ただトランプ政権に携わる人がどういうポジションを持つのかっていうのはね、今後も注目されそうではあります。あとは SEC vs バイナンス CZ 裁判の続報ですね。この裁判はですね、その米国内に本社がなくても米国の証券法が適用されて、バイナンスは違法運営に当たるということで、バイナンス側に43億ドルの罰金命令の判決が下ったんですけども、その後バイナンス CZ 側が再審を要求しまして、それが受け入れられるかどうかというフェーズだったんですけども、今回裁判所により却下されてます。個人的にはこの辺がやっぱり明確な基準、ルールがなくてもやもやするなと思っちゃいますよね。先日コインベース対 SEC の裁判で、コインベース側のそもそもハウイーテストの認識が各所でずれてるんで、そこを明確にする必要があるという主張が裁判所に受け入れられて、そもそもね SEC 側の訴訟自体が有効なのかどうかというところをもう一回判断することになったというのを取り上げましたけど、結局証券法が適用できるのかできないのか、この辺がねずっと曖昧なんで判決もブレてくるんですよね。バイナンスは違法でコインベースはまだ違法かどうかわからないってね、旗から見ててもわけわからないことになってますから、やっぱりトランプ政権で新しいデジタル資産法を作って、旧証券法は株のみ適用みたいな感じにした方がいいんじゃないかなと思いますね。あとはシンガポールがポリマーケットの利用を禁止にしてます。オンラインギャンブルサイトへの取り締まりでポリマーケットも対象になったと。違反者には1万ドルの罰金、6ヶ月の懲役が課せられるとされてます。先日米国のコインベースの方にもポリマーケット関連の召喚状が発行されたりしてましたけども、各国でポリマーケット規制が進んでますね。あとはテザーがエルサルバドルへの移転を発表してます。ビットフェネックスに続いて大手の移転ということで注目されてますね。海外トップのテザーがエルサルバドル拠点になるってね、エルサルバドルとしてはかなり大きなニュースですよね。あとはマンゴーマーケッツが閉鎖を発表してます。マンゴーマーケッツは2022年にアイゼンバーグ氏の価格操作で 1.1 億ドル流出で、その後トークン破棄を条件に SEC と和解してます。で、その後共同創設者のシュナイダー氏がディスコードで円満な閉鎖への意見投票を求めて、それにチームメンバーが同意となってまして、今回の閉鎖となってます。FTX 事件なども絡んでたマンゴーマーケッツの主演ですけども、これも一つの区切りとなってますね。あとアルト関連では水のパフォーマンスが注目されてます。上位 L1 の中ではトップとなってまして、ここ1年で見ると約プラス 300%、今年に入ってもリードしてます。トランザクション数の増加と TBL が伸び続けているのもピックアップされたりしてますね。水の価格は現在 4.72 ドル、時価総額は13位ですね。直近 AT 値更新してますけども、さらにゼロキルできるのか注目ですね。あと他ではセレスティアのブロブサイズとトランザクション数が急増してます。これまでの平均ブロブサイズは 1GB ほどとなってますけども、ここ2週間では 10GB 以上となってまして10倍となってます。NFT のミントとラリーチェーンの統合から利用が増えたことが要因として挙げられてますね。ティアの価格は現在 4.6 ドル、時価総額は59位ですね。モジュラー系が盛り返すのか注目ですね。あとその他リリース関連では、あずきのアニメコインリリースが発表されてます。トークノミクスによると、あずきホルダーだけではなくてですね、ハイパーリキッドとかアービトラムのコミュニティにも配布されるとのことですね。この影響であずきのフロアも上がってます。NFT 関連のトークンはエイプとかが過去にはリリースされてますけども、このアニメコインも上位にランクインするのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。